正直 RG 毎月新作出してほしいんだよね。ってことでどうもプラミンです。はい、ということで皆さん RG 好きですか？ガンプラの。もう僕は本当に大好きなんですけど、 RG もさ MG ほどじゃないけどそこまで新商品多くないじゃないですか。もうマジで RG 好きなんでほんと毎月出てほしいんですよね。まあその話は置いておいて、今回はねそんな RG からこちらのガンプラ、よいしょ、はい、こちらの RG ニューガンダムをね作ってレビューしていきたいと思います。このキットね RG の中でも箱デカめだからね。サザビーハイニューニューガンダムジオングがこのでかい箱かな、確か。かなりボリューミー。箱絵もさめっちゃかっこいいし、このニューガンダムね RG の中でもめちゃくちゃ評価もクオリティも高いキットなんですけど、僕ね何気にまだ作ったことなくて初めて作るんだけど、実はねガンダムベース限定のクリアカラーバージョンもまだ積んであるんで、それもねいつか動画にしたいと思います。そんなことで箱を見ていこう。意外と箱自体はそんなに分厚くなくて、横にね広いって感じ。側面にはねいろいろ書いてあるんだけど、このニューガンダム2019年発売で、本体フレームにはアドバンスド MS ジョイントが不使用で、パネルだけアドバンスド MS ジョイントになってますね。反対側はこんな感じ。めっちゃ動くらしいし、アクションポーズバッチリ決まってるね。でこのニューガンダム、福岡ニューガンダムもね RG で出てるんで、それもいつか買いたいけどね。早速中身見ていこうか。ではいざ開封。よいしょ。なんか思ったより少ないか。ランナーの袋4袋だ。そんなにパーツ多くないんですかね。ちょっと開けよう。はい、内容物はランナーが全部で11枚と、サーベルエフェクト、アドバンスド MS ジョイント、リアリスティックデカール、説明書になってます。ランナー11枚。全然多かったね、普通に。ただ RG だからパーツ細かくて少なく見えてただけですね。いいね、いいね。パーツが多いっていうのはそれだけ楽しむ時間が伸びるってことだから素晴らしい。でね、ちょっとランナー見てて思ったんだけど、これ見てください。これビームサーベルのエフェクトもう一つついてきてるんだけど、ちゃんとニューガンダムの独特なこうカーブしてるね形状が再現されてる。あと内部フレームの圧倒的情報量エグすぎる、マジで。最近出た RG2.0 のガンダム、あれもね内部フレームディテールやばかったんで、やっぱねこのパーツになってるやつの方が好きだね、フレームは。そしてファンネルパーツもしっかり盛りだくさん。こういったディテールもねしっかり細かいですね。さすが RG。 外装のホワイトのパーツはなんか思ったよりねツヤツヤしてますね。ネイビーブルーのパーツもしっかりね成型色綺麗ですね。足裏ディテールとかも細かい。そしてイエローのランナーなんだけど、この成型色めちゃくちゃ好みですね。結構オレンジ味が強いイエローになってます。そして次、アドバンスド MS ジョイント。これは冒頭でも言ったんだけど、ファンネル基部だけになってますね。ここら辺からもうどんどんアドバンスド MS ジョイントちっちゃくなってるから衰退を見てるよね。そして説明書は安定の冊子タイプ。個人的にはね冊子タイプの方が説明書読みやすくて好きなので、こういう RG とか MG ありがたい。いやなんかねずーっと作る機会をね逃してたんで、やっと作るタイミング作れました。嬉しい。ってことでね、早速 RG ニューガンダム作っていきましょう。はい、それじゃあね RG ニューガンダム組み立てていきましょう。まずは頭部から。頭部ね組み立てたんだけど、まずはこんな感じ。やっぱ RG らしくねかなりディテールは細かくて、色分けの再現度もねすごい高いんだけど、なんかこのニューガンダムちょっと小顔だよね。ここのマスク部分がちょっと縦に短くなってるって感じがします。いやーかなりでもイケメンだね。ツインアイはシール補填になってて、しっかりねキラキラ輝いてくれる。そしたら続いて胴体。フレームはこんな感じで安定のぎっちり詰まってる感じ。見えないのにねフレームのディテールも素晴らしいですね。白いパーツも付け、外装も細かくパーツ分割されてていいですね。ダクトも取り付けて、グレーのピンと反対側にはセンサー、ダクトの下にもパーツとで胸部全面のパーツを組み立てて、これを取り付け、ここの胴体を戻して、これで胴体の完成。めちゃくちゃかっこいいね。胸部全面コックピットもこんな感じで上に上がるし、ここの赤いハッチもこんな感じで展開させることができると。頭部を取り付けるとこんな感じ。いやめちゃくちゃかっこいい。すごいね。首の可動はこんな感じでしっかり上下に上がるんだけど、ここの根元、この部分がクイッと上がってくれるので、上を向く可動がねより一層できるって感じ。はい、そしたら続いてワン部。まずワン部フレームはこんな感じ。やっぱこれだけでもね最近の RG プラスチックでのフレーム
これがめちゃくちゃいいんだよね。まずはホワイトの外装を取り付け、このホワイトもね、色が2色で分かれてて、めっちゃ真っ白なやつとちょっとグレーっぽいホワイトの2色になってる。そしたらこのサーベルラック、これを取り付けていく。で、これサーベルの連動ギミックめっちゃすごくて、ここを引き伸ばすとこうやって出てくれるんですよ。サーベルがめっちゃすごくない？これ伸ばしてるだけなんですよ。こうやって伸ばすと上に出てくれる。すごいね。こういうの RG 作ってるって感じするよね。最高だね。で、ハンドパーツも取り付けて、まずはこれでワン部完成。情報量と形状の複雑さ、かっこいいね。ほんと。肩アーマーはこんな感じで側面のパーツを取り付け、で後ろからパーツを取り付けて、これで肩アーマー完成。ここもね、しっかりこうアーマーがね上がってくれることで、こう腕をね上げた時に干渉しないっていう構造になってるんだと思う。胴体に取り付けてみるとこんな感じ。ニューガンダムはこの些細なアシンメトリーの感じがかっこいいよね、本体。そしてやっぱこのサーベルのギミックがめちゃくちゃいいな。ワン部可動域としては水平方向にはこのぐらいで、肩アーマーだけでもこう動いてくれて、肘関節は最大でこのぐらい、めちゃくちゃ曲がる。でさらに手首だけでもこんな感じで動いてくれるから、めちゃくちゃ腕動きますね。そしてやっぱりこの肩アーマーが上がってくれることで、こうやって腕を上げた時の可動の邪魔にならないっていうね設計になってる。で次腰部なんだけど、こっちはもう作っちゃってきました。はい、これもねかなり情報量多くて、しっかりねフロントリア両方裏打ちパーツがついてて、このパーツのディテールもすごい細かいね。可動もしっかりリアサイドフロントで動いてくれるとめっちゃ動くわ。情報量もこの裏打ちパーツのピンが後ろに出てくるっていう構造になってたり、ちょっとした部分にグレーがね出てくれるっていう、最近の RG とか MG でよく見るやつだね。これめっちゃ好きなんですよね。で本体との接続は軸接続、めっちゃかっこいいわ。いいね。はい、そしたら本体ラスト脚部。まずフレームはこんな感じ。ここも安定の高密度で、フレームはこんな感じで、ここのシリンダー部分が連動してくれて、こうシリンダーがねニュッと出てくる構造になってる。あとその下の部分もこう動いてくれて、三重関節かなになってますね。まずはスリッパパーツ、足裏にはスラスターのパーツも取り付けて、でそしたらこっち脚部本体にも外装をつけていく。まずはダクトのイエローパーツ、すねの部分もパーツをつけて、スラスターパーツ、膝アーマーも取り付け、あとはいろいろネイビーのパーツを差し込んで、これで脚部完成。すごいね肉厚というかぎっしり詰まってる感じがすごくかっこいい。で可動すごくて、で可動さっきの可動の広さに加えて、ここね太ももと膝アーマーも連動稼働してくれる。こんな感じですごいよ。連動稼働の量がね多くてすごいかっこいい。でしかもここ見ててくださいね。この後ろのスラスターの部分、はい、こんな感じでここも下にこう下がってくれることで、太ももに干渉しなくて可動の邪魔にならないんだよね。これすごくない？めちゃくちゃいいね。そして本体との接続は軸接続。はい、これでまず本体完成したんですが、 RG のニューガンダムかっこよすぎない？クオリティ高いっていうのは知ってたし、めっちゃ完成度いいっていうのもねもちろん評判知ってたんだけど、思った以上にかっこいいわ。これすごっ、買ってよかったね。これバックパックなしでもほんとかっこいいわ。でやっぱ逆者時代のモビルスーツなんで結構大型なサイズ感になってて、結構やっぱこうボリューム感があって存在感が素晴らしいね。 HG のガンダムとサイズ感を比較してみるとこんな感じ。だいたい 1.5 倍ぐらいかな、そんな感じのサイズ感をしてます。やっぱ大きいサイズ感って存在感があってめっちゃいいですよね。でそしたらこの本体にバックパックと武装をつけていくんだけど、武装はシールドとビームライフル、バズーカになってます。そしてバックパックフィンファンネルがついてるやつね。これもかっこいい。もうね作ってきちゃったんだけど、これ接続の仕方もこんな感じで、ここのグレーのピンをファンネルの側面にこう差し込むっていう構造になってて、若干ねこうクタッとなるんだけど、これはそんなに立たせたら気にならないのかな。
って感じで、あとバックパック背面にはこうやってバズーカを取り付けることができる。じゃあちょっと本体に取り付けていこう。よいしょ。おー、やっぱかっこいいね。ただちょっとやっぱ背中重いから自立がむずくなるなこれ。そしてハンドパーツは握り手2つと構えハンドパーツが1つついてくるんで、ちょっと装備させていこう。ビームライフルとシールドを取り付けて、これで RG ニューガンダム完成です。はい、ということで RG ニューガンダム完成したんですが、これはね評判通りやっぱクオリティは高いですね。やっぱ新しめの RG ってだけあってアドバンスド MS ジョイントほぼ使われてなくて、本体のフレームが全部プラ素材になってるのはやっぱめちゃくちゃ嬉しいね。僕ね RG ほんとめっちゃ好きなんだけど、唯一やっぱアドバンスド MS ジョイントあれだけちょっと好きじゃないと好きじゃなかったんで、この最近のねアドバンスド MS ジョイント減ってる流れ結構好きなんですよね。でも RG の一番のなんかセールスポイントみたいな感じだったから、いいのか悪いのかって言われたらわかんないけど、商品のクオリティとしては間違いなく上がってるからいいんだと思います。そしてさっきちょっと武装の時言い忘れたんだけど、このニューガンダム特有のビームサーベルもしっかりついてきてる。でね、僕はRG のハイニューガンダムは YouTube 始める前にねもう作ったことあったんであれなんだけど、やっぱ2体買うと気分がいいわ。サザビーもあるんで。あとは RG のナイチンゲールかってことはいつか出るんですか絶対出ない。出たらもうあれだわ、めちゃくちゃ全力で全塗装するわ。改造して全塗装しちゃう。そしてファンネルはしっかりとこう曲げてあげることでこの展開状態を再現することができて、アクションベースいっぱい持ってたらねこれを浮かせてディスプレイもできるのがいいですね。そしてなんとこの RG ニューガンダムフレーム展開ができるらしくて、ちょっとやっていこう。まずここフロントアーマーがこんな感じで下に伸びるみたい。効果でここ胸部の装甲も前に出るのかな。こんな感じか。ここに隙間ができるって感じで、ここの下の部分もこんな感じで動かせるみたいで、すねの側面ここもこうやって展開できるみたいですね。これはでもあれかな、ヘビーウェポンシステムを取り付ける用のギミックっていうことなのかな。それにしてもやっぱりかっこいいわ本当に最近だいたいガンプラのレビューとかかっこいいとかしか言ってない、個人的な感想動画みたいになっちゃってない？大丈夫？とにかくめちゃくちゃかっこいいね。しっかり稼働してくれるからこういう射撃ポーズとかのねバッチリ決まるわ。ということで今回はねこの RG ニューガンダムを作ってレビューしてみたんですが、いかがだったでしょうか。もしねこの動画少しでもいいなと思ってくださったら高評価チャンネル登録していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。プラミンでした。